私たちは今、一つの問いから始めたいと思います。なぜ、ある社会では見知らぬ人に手を差し伸べることが当然とされ、また、ある社会では自分の身を守ることが最優先になるのか。その答えは文化や道徳の話である前にもっと根本的な話です。生物としての人間がどんな環境で生き延びてきたかという話です。今回取り上げるのは日本列島という地球上でも稀有な生態学的実験場です。ただし、これは日本が特別に優れているという話ではありません。どの文化もそれぞれの環境への合理的な適応の産物です。日本という事例は、閉じた環境が人間の行動様式をどこまで変えうるか、その極端な例として非常に示唆に富んでいます。では、始めましょう。第1章、進化生物学が説く助け合いの正体。あなたは誰かを助けたことがありますか？引っ越しを手伝った、電車で落とし物のバッグを届けた、困っている人に声をかけた。なぜそんなことをしたのかと問われると、当然のことだからと答えるかもしれません。でも、進化生物学の視点から見ると、少し違う答えが見えてきます。1971年、生物学者ロバート・トリバースは、互恵的利他行動という概念を提唱しました。簡単に言うと、一時的に自分がコストを払って他者を助けることが、長期的には自分の生存に有利に働くという理論です。条件は3つです。まず、また会う可能性があること。一度きりの出会いなら裏切られても終わりですが、繰り返し顔を合わせる関係では話が変わります。次に、誰が誠実で、誰が信頼できないかを見分ける知能があること。そして、長期的な関係が続くこと。この3条件が揃ったとき、助け合う個体が利己的な個体よりも生き残りやすくなります。吸血コウモリの例が有名です。血を得られず飢えた仲間に自分が吸った血を分け与えるのです。そして後日、自分が空腹の時、かつて助けた相手から返してもらう。これは優しさではなく、計算された相互保険です。一方で、助けてもらうだけで返さないフリーライダーが増えると、システムは崩壊します。そのため、多くの社会動物には裏切り者を検知し、排除するという本能が備わっています。人間社会の誰々は約束を守らないという評判システムも、この本能の延長上にあります。第2章、日本列島という逃げ場のない実験室。では、この互恵的利他行動がなぜ日本でここまで発達したのでしょうか。地図を思い浮かべてください。ユーラシア大陸では資源が尽きれば、あるいは人間関係が壊れれば別の土地へ移動できます。略奪して逃げる、新しい土地を開拓する。これも一つの合理的な生存戦略でした。しかし、日本列島は違います。四方を海に囲まれ、国土の約7割を山地が占める。居住可能な場所は限られた盆地や沿岸部に分断されています。一度そのコミュニティに入ったら出ていくコストは非常に高い。これは何を意味するか。逃げ場がない環境では同じ相手と何度も何十年にもわたって向き合い続ける必要があります。ゲーム理論でいう繰り返しゲームの回数が無限に近い状態です。一度の裏切りが一生の評判を決め、生存に直結する。だからこそ、長期的な信頼関係を維持する動機が大陸の文化と比べて圧倒的に強く働きます。さらに、日本列島は地震、台風、噴火、津波が世界でも特に高い頻度で発生する地域です。
昨日まで豊かだった村が一夜にして壊滅する。個人の努力や能力では抗えない予測不能な巨大リスクが常態化した環境では、生物はリスクを分散する相互扶助ネットワークを構築します。今日は私があなたを助ける。明日、被災するのは私かもしれない。これは感情ではなく保険です。また、日本列島は南北に長く四季があり、海、山、川、里が狭い範囲に凝縮されています。大陸のように広大な単一環境を移動するよりも、この土地にとどまり、精緻に管理し続ける方がエネルギー効率が良い。定住は濃密な人間関係を生みます。誰がどれだけ貢献したかという記憶が世代を超えて蓄積され、裏切り者の検出が極めて容易になる。これが日本的な世間と呼ばれるものの原型です。まとめると、日本列島には3つの条件が揃っていました。高密度の繰り返し交流、不可避な巨大リスク、高コストな移動。この3つは、すべて互恵的利他行動を強化する方向への強力な選択圧となります。第3章、行動の解剖。不思議な日本を生物学で読む。ここからは、日本社会でよく観察される行動を進化生物学の視点で読み解きます。落とし物の返却について。日本では、落とし物がほぼ必ず戻ってくるとよく言われます。これは、崇高な道徳心でしょうか。生物学的に見ると、閉鎖的な環境では、評判が生存に直結します。誰も見ていないから盗むという短期的利益よりも、発覚した際に共同体から信頼できない個体と判定されるリスクの方が圧倒的に高い。落とし物を届けるのは、将来自分が困った時に助けてもらうための社会的信用への投資でもあります。災害時の秩序について。略奪もパニックもなく静かに列を作る。外国人が目撃して驚くこの光景も同じロジックで説明できます。日本のような高頻度災害環境では、次に被災するのは自分かもしれないという経験が累積されています。今、略奪すれば、次に自分が助けを必要としたとき、周囲から見捨てられる。整然と振る舞うことは、集団全体の生存率を高め、巡り巡って自分を救う、保険を維持するための合理的な計算です。職人のこだわりと丁寧さについて。これは定住型戦略の極致です。フロンティアが広い環境では資源を使い潰して移動する方が効率的かもしれない。しかし限られた資源の中では、一つの素材を極限まで生かす高効率利用が有利に働きます。また、高密度の集団内では、微細な差異への執着が自分の有能さの証明として機能します。おもてなしと察する文化について。言葉にする前に相手の必要を読み取り、先回りする。この行動の本質は先制的互恵です。相手が要求を言語化する前に利益を与えることで、摩擦と衝突のコストを徹底的に排除する。狭い空間で長期間、同じ人々と共存するために、最適化された潤滑油としての適応形質です。わび、さびと無常感について。形あるものはいつか壊れるという世界観は、努力では抗えない自然災害によって、全てを失うリスクが常態化した環境において生まれました。これは諦めではなく、精神的な崩壊を防ぎ、速やかに復興へ向かうためのメンタルメンテナンスとして機能する適応戦略です。美意識という形で不確実性を肯定することで、高ストレス環境での生存を持続可能にした。これらはすべて特別な精神性の結果ではなく、特定の地理的、生態的条件への合理的で適応的な進化の結果です。第4章、なぜ殲滅戦が起きなかったのか。
歴史を見ると、日本国内の戦争は大陸で起きたような相手を根絶やしにする殲滅戦に至ることが比較的少なかったことがわかります。これは武士道のような倫理の話でしょうか。ここでも生物学的なロジックが機能しています。大陸では勝てば相手を消し去り、別の場所から人を連れてくるという選択肢がありました。それは一回限りのゲームです。しかし逃げ場のない閉鎖系では、負けた側もやがて協力者になる資源です。農民を抹殺し、田畑を荒らすことは、その土地の将来の生産能力を永久に失うことを意味します。また、今日の敵を根絶やしにすれば、自分が窮地に陥ったとき、助けを求める相手がいなくなる。これと同じ論理が、生物学の儀礼的闘争という概念にあります。同種の動物が争う際、致命傷を避ける傾向があるのは、種全体の共倒れを防ぐためです。さらに、敵味方が同じ言語、文化、信仰を共有している場合、相手は完全な異物ではないという内集団バイアスが働きます。あの武将に降伏すれば、約束は守られるという互恵性の評判が戦場でも共有されていた。皇室もこの文脈で読めます。どちらが勝っても天皇の臣民であることに変わりないという上位の枠組みが存在することで、争いは内輪の順位争いにとどまりやすかった。これが完全な他者、異教徒を排除するロジックが働きにくかった理由の一つです。日本における戦争の抑制は、道徳心以上に狭く閉じた島で身内を根絶やしにすることは、巡り巡って自分たちの絶滅を招くという環境から導き出された生物学的計算だったと言えるかもしれません。第5章、無常観。受け入れることの生存価値。仏教の諸行無常、万物は流転するという世界観が、なぜ日本にこれほど深く根付いたのか。一つの答えは、日本列島という環境がすでにその世界観を必要としていたからです。大陸に多い石の文化。普遍のものに価値を置き、原因を徹底的に追求する思考は、ある程度予測可能なストレスに適応するには有効です。しかし、努力しても予測できない大規模な破壊が繰り返される環境では、この思考は人を精神的に壊します。なぜ私だけと問い続けることは復興のエネルギーを奪います。万物は変わる。今あるものはいつか失われる。それが世の断りだという認知の枠組みは、喪失による精神的打撃を最小化し、速やかに再建へ向かうためのメンタルメンテナンスとして機能します。伊勢神宮の式年遷宮も同じ論理です。20年ごとに同じ建物を建て直す。形あるものは朽ちる。しかし情報、技術は継承する。これは、個体は死ぬが、情報は受け継がれるという生命の本質と同じ構造です。四季の変化を美としてめでる感性も、変化をストレスとして拒絶するのではなく、報酬として処理するための適応です。これにより、変化の激しい環境でのストレス耐性が飛躍的に高まります。仏教がこれほどスムーズに日本に受け入れられたのは、日本人の精神を変えたのではなく、長い経験の中で蓄積されてきた生存の知恵に洗練された言語体系を与えたからではないでしょうか。終章。列島専用 OS はこれからどこへ向かうのか。数千年かけて日本列島という閉鎖系に最適化されてきたこのシステムは、今、2つの大きな力に揺さぶられています。一つは、デジタルとグローバル経済による境界の消滅です。かつてコミュニティからの排除は生存の危機を意味しました。しかし今は、仕事を変え、場所を変え、オンラインで新しいつながりを見つけることができる。無限回繰り返しゲームの前提が崩れるとき、長期的な信頼よりも短期的な合理性が優先されやすくなります。
もう一つは、適応形質が誤作動を起こす問題です。狭いコミュニティでフリーライダーを排除するための本能が、広大なネットワーク空間で暴走するとき、それは特定の個人への執拗な攻撃になり得ます。空気を読む能力は、変化の早い環境では意思決定の遅延やイノベーションの阻害として現れます。しかし同時に、この得意なシステムが混乱する世界に対して新たな問いを投げかける可能性もあります。資源の減少や環境への負荷が懸念される世界にとって、定住し、循環させ、持続させるという互恵モデルは、一つのプロトタイプになり得ないでしょうか。分断と不信が広がる時代に、摩擦を最小化し、長期的な信頼を基盤にする、コミュニケーションの知恵は、再評価の余地があるかもしれません。生物が激変する環境に直面したとき、道は2つです。絶滅するか、適応するか。かつて、嵐のような自然の力を無常の美として受け入れることで生き延びてきた人々のように、この劣等の論理が閉じた島の産物として朽ちていくのか、それとも開かれた世界の中で新しい形に進化していくのか。その答えは、今を生きる私たちの選択の中に静かに宿っています。